おはようございます。ああ、喉が痛いな。このままだと、流行りのビルスにやられてしまうな。湿度は、30% か。ということで、今回は、加湿器を作っていきたいと思います。用意した材料はこちら。転がっていた A300 の残骸。CPU の水冷ブロック中華製。アクリルの円筒です。水冷ブロックを分解して、アクリルのカバーに穴を開けます。ある程度の穴が開いたら、糸のコを通して、Oリングの内側に沿って切断します。いつものヤスリがけ。最後に、耐水ペーパーで仕上げます。出来上がりはこんな感じです。美味しそうにできました。アクリルの円筒にも、同じ大きさの穴を開けておきました。時給100円で、10時間の労働です。水冷ブロックと円筒を、アクリル接着剤で溶着します。水冷ブロックを組み立てて、完成です。漏れチェックもしときました。96% の視聴者の皆さんは、お気づきだと思いますが、CPU の熱で蒸気を作ろう、というアイデアです。ということで、スイッチオン。残念ながら、問題なく起動しました。負荷をかけないと、CPU の温度は40度ぐらいです。蒸気も出ませんね。CPU-Z で負荷をかけてみます。負荷をかけてすぐに、CPU 温度が96度まで上昇しました。周波数が低下したので、サーマルスロットリングですね。円筒の壁面が曇ってきたので、蒸気は出ているみたい。ただ、やっぱりブクブクと沸騰はしないですね。熱源の CPU が96度なので、水の沸点に達しないようです。トーマスみたいなの妄想してたんですが、明らかにパワーが不足してますね。もっとこう、ファンキーでモンキーな感じでないと、例のビルスにやられてしまいそうです。ということで、ノベ。じゃなくて、スピリタスを買ってきました。アルコール分 96% なので、沸点は78度です。アルコール分 96% のお酒ってどんなもんなのかな？やっぱり、あの感じですね。まあまあ、もう一杯。まあまあ、もう一杯。まあまあ、もう一杯。で、
スイッチオン。起動しました。なかなか起動に失敗してくれないんですが、どうすればいいですか？負荷をかけていない時の CPU 温度は40度なので、精製水を使った場合と同じですね。CPU-Z で負荷をかけます。スピリタスの場合も、すぐに CPU 温度が96度になって、サーマルスロットリングになってしまいました。ただ、スピリタスは CPU の周波数低下が大きいので、精製水よりも冷却性能が劣っているようです。エタノールは水よりも比熱が小さいので、CPU の熱をうまく吸収できていないようですね。7分を超えたところでスピリタスの沸騰が始まると、CPU の周波数が回復してきました。気化熱によって、CPU が冷却され始めたようです。ただ、沸騰冷却が始まっても、サーマルスロットリングは解除されませんでした。スピリタスの温度は75度です。肝心の蒸気は見えませんが、ビルスに対する効果は抜群ですね。ということで、ノスケはビルスに完全勝利目前です。N オベクちゃんの CPU を冷却しているシリコンオイル、ハーバリウム用の着色剤で青くしてみました。1瓶入れてみたんですが、色が薄いですね。セットで買った赤も入れてみます。赤くなりました。しかしながら、CPU クーラーにつながるパイプに、俺はここにいるぞ、的主張が足りないですね。ということで、もう一本、青を買って、いい感じのノスケカラーになりました。